こんにちは。サムネイルでバレバレだと思いますが、あれを買ってしまいました。メインディッシュに行く前に、ちょっと前菜を。時間を遡って、ケースを接着する前からとなります。動画ではわかりにくいですが、フィッティングを取り付けるネジを舐めてしまいました。仕方がないので、プラリペアで補修します。溶剤を注射針のついた容器に移して、謎の白い粉に垂らします。白い粉がゼリー状になるので、それを補修したい部分に持っていきます。盛り終わるとこんな感じです。10分ほどで硬化します。ドリルで穴を開けて、タップを立てるだけ。ちょっと気泡が入ってしまいましたが、ネジは綺麗に修正できました。次に、ラジエーターのボス接着について、瞬間接着剤では強度が不足しているというコメントがあったので、ハンダペーストとバーナーでハンダ付けしませんでした。バーナーで炙ったら、黒い塗装が浮いてしまうかなと。結局、高級な瞬間接着剤を買い直しました。ロックタイト480という2000円もする高級品で、見た目からして真っ黒なので、強度がありそうです。完全に硬化するまで一晩かかりましたが、カッチカチになったので、期待していいかも。前菜の鳥は、紫外線で硬化するタイプの接着剤です。電源コネクタの隙間を埋めるのに使います。というのは、これまでこの隙間を、シリコンのシール剤で埋めていたのですが、シリコンは硬化する際に、銅を腐食するガス、オキシムを発生するみたいです。つまり、メモリーを故障させた真犯人は、オキシムによる銅腐食だったのではないかと。で、この BONDIC を使ってみたのですが、これはいいもの、でした。紫外線を当てるまで硬化しないので、森の自由度が高いです。紫外線を当てると短時間で硬化します。紫外線を当てることができる用途なら、とても使い勝手が良さそうです。ということで、組み立てていきます。今回は2つの異なる液体で冷却するので、ラジエーターとポンプが2つずつ必要になります。マザーボードは X300、CPU は i7-4750G になります。前々回の動画で紹介したやつですね。メモリーと SSD も奮発して、16GB 国と 1TB の新品を買いました。揺れ用の水枕。元へ、油枕を取り付けます。ハードチューブの配管を取り付けて、シリコンオイルを注入。今回は問題なく起動できました。オイル漏れもなさそうです。シリコンオイルは水よりも導粘度が大きいので、エアが抜けにくいのが難点ですね。アトラクション的な要素として、ハードチューブでこんなものも作ってみました。先ほど紹介した紫外線で硬化する接着剤は、透明なアクリル素材などで大活躍できますね。取り付けるとこんな感じです。うまく機能するかな。最後に、蓋を接着して完成です。
前回と同じ、フッ素系のシール剤で接着しました。お待ちかね、の真打ち登場です。3M の N オベク7300。濡れない水ってやつですね。N オベクにもいくつか種類があって、今回は沸点が最も高い、7300を購入しました。お値段も高くて、1本1ケグで2500枚棒します。防潤する素材もあるそうなので、オーリングなど、事前にチェックしときます。で、一晩経ったら揮発してました。甘露を密閉しないと、オートマティック散剤ですね。ということで、ノベクを注入します。1本目2500枚棒。2本目5000枚棒。3本目7500枚棒。急いで、追加で発注しました。4本目1万枚棒。ちょうど4本が入りました。アイゼン Q5950X が買えましたね。ユレイ PC の構想を計画してから、ちょうど1年。幾多の苦難を乗り越え、ようやくたどり着きました。それでは、恒例のスイッチオンの時間で。助けてー。